あなたは今、日々のタイムラインに流れてくるニュースを見ていて、はい。AI が業界を破壊するぞとか、この仕事は3年で消えるみたいな、煽り気味の見出しに正直少しうんざりしていませんか？いやー、本当にそういう極端な見出し最近ものすごく多いですよね。そうなんですよ。テクノロジーの最前線を追いかけているあなたなら、AI は単なる一過性のブームじゃないってことは、もう十分ご存知なはずなんですけど、ええ。でも、じゃあ結局のところ、自分のデスク周りの現実は明日どう変わるのかっていう、そういう手触り感のある情報って意外と少ないなと思っていて。おっしゃる通りですね。なんかふわっとした未来予測ばかりで。そうなんです。だからこそ、今回の深掘りセッションは、そんなあなたのための時間にしたいと思っています。ノイズをスパッと切り捨てて、実践的なノウハウと本質だけを抽出していきます。今回のテーマをズバリ、AI は本当に私たちの仕事を奪うのかです。このテーマ、テクノロジー界隈でも常に議論の的ですけど、今回はかなり地に足のついたデータと視点が揃っていますね。ただの予測ではなくて、今の組織の力学がどう変わっているかという非常に生々しいトピックになります。はい。今回ベースにする情報源は大きく2つあります。一つは、2025年5月に国際労働機関 ILO ですね。そこが発表した AI による仕事への影響度を示す詳細な職業レポート。はい、非常に話題になったリポートですね。ええ。そしてもう一つが Yahoo ニュースの特集記事で語られている現場を知り尽くした2人のコンサルタント。AI コンサルタントの臼井氏と経営コンサルタントの横山氏のインサイトです。現場の最前線を見ているお二人の視点ですね。そうです。このセッションを通じて、あなたが明日、チームのメンバーとどう接するか、あるいは自身のキャリアをどう再構築するか、その明確なヒントが見えてくるはずです。さて、早速切り込んでいきたいんですが、私最初この ILO のレポートを見たときにですね、はい。世界の雇用の約24%が生成 AI の影響を受けるっていう数字にちょっと構えちゃったんです。特に高所得国の事務職へのインパクトが大きいと。なるほど、24% っていう数字のインパクトは大きいですからね。そうなんですよ。でもデータを細かく見ていくと、これってその仕事そのものが丸ごと蒸発するっていう話とは全く違いますよね。全く違いますね。むしろその 24% という数字だけが一人歩きしていることに、私は少し危機感を持っているくらいで。と言いますと。この ILO のレポートが非常に優秀なのは、職業というものをブラックボックスのまま扱わずに、タスク、つまり作業の集合体として極めて冷静に解体している点なんです。タスクの集合体。なるほど。つまり、経理という職業が消えるのではなくて、経理が抱えている Excel への転記作業というタスクが置き換わるというごく当たり前の事実を定量化したに過ぎないんですよ。ああ、タスクの解体、まさにそこですね。レポートの中の影響度リストがすごく示唆に富んでいて、影響度が特大とされている職業には、ウェブ開発者とか、マルチメディア開発者、あと金融アナリスト、コールセンター営業なんかが並んでいるんです。ええこれ、一昔前なら、すごく知的で高度なホワイトカラーの代表格じゃないですか。そうですね。憧れの職業と言ってもいいくらいで。ですよね。そういうデータの処理とか、ある程度の型が違ったコミュニケーションに依存している仕事が一番最初の波を食らっているという。ここで絶対に見落としてはいけないのは、彼らの仕事の何が代替されているかという点です。何が代替されているか。はい。金融アナリストを例にとれば、膨大な市場データを読み込んでサマリーを作る。あるいは過去のトレンドから相関関係を導き出すといった情報処理のタスクですよね。確かにそれは彼らの業務の大きな部分を占めていますね。これらは AI のアーキテクチャそのものが最も得意とする領域ですから、人間が太刀打ちできるはずがないんです。スピードでも正確性でも。逆に影響度がほぼなしのリストを見ると、アスリート、医師、看護師、建設の大工さん、農家、消防士、美容師など、物理空間でのリアルタイムな対応が求められる仕事が並んでいます。そうですね。現場での臨機応変な物理的対応は今の AI にはまだ難しいですから。そしてここからが面白いんですけど、影響度極小のカテゴリー。ここに CEO、弁護士、建築家が入っているんですよね。はい、ここが非常に重要なポイントです。物理的な作業はしないのに、なぜ CEO や弁護士は影響を受けないのか。ここが今回の最初の革新だと思うんですが。まさにそこが AI と人間の境界線をきれいに引いていますよね。彼らの共通点は何か。それは高度な文脈の理解と責任を伴う意思決定。
そして泥臭い利害関係の調整なんです。泥臭い利害関係の調整ですか？ええ。例えば弁護士は、過去の判例を検索するタスク自体は当然 AI に任せるようになるでしょう。でも、クライエントの微妙な感情の揺れを読み取りながら、相手方と落としどころを探るような交渉は AI にはできません。なるほど。CEO も同じです。市場データという過去の数字を分析するのは AI がやっても、まだ存在しない市場に対して自社の意面をかけてリスクを取るというジャッジは人間にしか許容されないんです。つまり、処理のレイヤーは AI に移行しても、決断のレイヤーは人間に残るどころか、より重みを増すわけですね。その通りです。この話、Yahoo ニュースの特集記事で、AI コンサルタントの臼井氏が語っていたすごく身近な例にリンクするなと思いまして、よくある1時間かかっていた議事録作成が5分で終わるという話です。はい。現場で一番よく聞く成功体験ですね。私たちも普段会議の要約とかメールの下書きで AI をゴリゴリ使っていますが、AI が得意なのって、要はすでにあるものを別の形に変える作業なんですよね。そうです。一見すると0から1を生み出しているように見えますが、実は膨大な過去のデータという既存の素材を確率論的に並べ替えているだけですからね。だからこそ怖いのが AI の出力結果に対する評価の問題なんです。私たちのように日常的に AI を使っている人間にとって、もはや AI がもっともらしい嘘をつく、いわゆるハルシネーションを起こすなんてことは常識じゃないですか。息を吐くように嘘をつきますからね、AI は。そうなんですよ。でも本当の恐怖って誰が見てもわかるような嘘じゃなくて、文脈を微妙に外しているんだけどパッと見は完璧なロジックに見える極めて精巧な嘘ですよね。まさにそれです。企業の機密を扱ったり、重要な倫理を通したりするときに、これを人間がスルーしてしまうリスクって計り知れないなと。そこなんですよ。AI がこれからどれほど劇的に進化しても、システムの構造上、私が責任を取りますとは絶対に言えないんです。言えないですね、絶対に。だからこそ仕事の入り口である目的の設定とプロンプトの設計、そして出口である出力結果の品質保証と責任の所在、ここは絶対に人間から手放せないんです。なるほど。作業コストがゼロに近づく分、人間には評価コストと責任の重重だけが純度を増してのしかかってくると。作業を手放した分、責任者としてのプレッシャーはむしろ上がるわけです。これ今の職場のリアルな痛いところをついているなと思います。そこから経営コンサルタントの横山氏の視点につながっていくんですが、彼が提唱している AI の導入アプローチがすごく刺さりました。はい、トップアップなアプローチですね。そうです。AI はボトムアップでもトップダウンでもなく、トップアップで使うべきだという、これちょっと解説してもらえますか？このトップアップという概念、今の日本企業の多くが陥っている罠を見事に言語化していますよね。よくあるのが、現場の若手社員にとりあえず AI を使って業務効率化しろと丸投げするボトムアップ型です。ありますね。これで Excel のマクロ作成が30分早くなりましたって現場が喜んでいても、会社全体へのインパクトは微々たるものです。逆に経営陣が全社で AI を導入するぞと号令をかけるトップダウン型も、現場の文脈を完全に無視しているから結局使われない。すごくよくわかります。とりあえず全社員にアカウント配ったから使えみたいな。現場からすると、いや、今の業務フローのとこにどう組み込めばいいのってなりますよね。だから横山氏ら言うのは、マネージャー層や経営層自身が自分の意思決定の質を上げるために AI を使うべきだという提案なんです。これがトップアップです。マネージャー自身が使う。はい。マネージャーが AI を超優秀で絶対に忖度しない壁打ち相手として使うんです。
例えば、新規プロジェクトの企画書を AI に読み込ませて、この計画の致命的なリスクを3つ挙げてくれとか、競合の視点から厳しく反論してみてくれと要求する。なるほど。部下にこの企画ダメ出ししてみてって言ってもやっぱり気を使って本音は言えないですからね。言えないですよね。人事評価も絡みますし。でも AI なら何度ダメ出しさせても絶対にへそを曲げないし、深夜2時に付き合わせても労基署に駆け込まれないですからね。その通りです。そうやってマネージャーが AI を使って自分自身のバイアスを排除し、そもそもこのプロジェクト自体やらなくてよくないかというメタな意思決定を下すんです。やらない決断をするための壁打ち相手。現場のタスクを短縮するのではなくて、不要なタスクそのものを消滅させる。これこそが組織における AI の最もレバレッジの効く使い方だというわけです。何をやらないかを決めるのが戦略の基本だと言いますが、まさにその戦略的思考のブースターとして AI を使うわけですね。ただ、ここで横山氏がもう一つ非常に鋭い警告をしています。はい。先ほどの責任と評価の話に戻るんですが、現場の経験が浅い若手社員が安易に AI に頼ることの危険性についてです。ここ、正直ちょっと耳が痛い話でもありますよね。ここは多くのマネージャーがすでに直面しているリアルな課題だと思います。どういうことでしょうか。例えば、あるべき提案書の構成とか、その業界ならではの暗黙帳を持っていない若手が AI に綺麗なスライドを作らせたとしますよね。はい、すぐ作れますよね。見た目は立派なんです。でも、実務を分かっている人間から見れば、いや、このクライアントにこのロジックは絶対に通じないよという致命的なズレがある。でも若手自身はその正解、つまりあるべき姿を知らないから AI の出力を自分で評価できないんです。あなたの職場でも似たような光景を見かけたことがありませんか？ AI がこう出力したのでこれでいけますって自信満々に持ってくる後輩に対して、いやいや、うちの会社の過去の経緯を考えたらここはもっと泥臭いアプローチが必要でしょと突っ込む先輩。よくある光景ですね。これって皮肉な話ですよね。最新のテクノロジーを使いこなすために、結局は長年の経験に基づくベテランの目利き力がこれまで以上に必須になっているという。まさにそこが AI 時代における人間のスキルの最低義なんです。手を動かすスキルの価値が暴落する一方で、文脈を読み取り、良し悪しを判断するスキルの価値が暴騰している。スキルの価値の逆転ですね。だから若手は AI を使ってアウトプットの量をこなすことで、早くこの評価する目を養わなければならない。一方でベテランは、自分の持つ暗黙知をいかに言語化して AI への指示、つまりプロンプトや評価基準に落とし込むかが問われるわけです。デジタルネイティブだから若手の方が AI を使いこなせるというような単純な話ではないんですね。全く違います。さて、ここまでは主に画面の向こう側、つまり情報処理やホワイトカラーの文脈で話を進めてきましたが、実はこの波、私たちがここは絶対安全圏だと思い込んでいた領域にも到達しつつあります。はい、いよいよフィジカル AI の台頭ですね。そうです。CES2026 での発表などを見ると、その進化のスピードには本当に目を見張るものがあります。これまでの生成 AI がテキストやコードといったデジタルの世界に閉じていたのに対して、フィジカル AI は空間認識技術や高度なセンサーと結びついて、物理空間で自律的に動く身体性を獲得しています。ここ数年のロボティクスと AI の融合はちょっと想像を超えていますよね。私も驚きました。これまで、例えば物流倉庫でのピッキングや飲食店での配膳、あるいは複雑な家事といった物理的な手先の器用さや環境への適応力が求められるブルーカラーの仕事は AI の影響を受けにくいというのが定説でしたよね。先ほどの ILO のデータでも影響度なしに分類されていた領域です。でも、臼井氏は長期的な視点で見ると、ここも確実に代替されていくと予測しています。はい。空間コンピューティングの進化によって不規則な物理環境への対応力が飛躍的に上がっていますからね。ただ、臼井氏の視点で重要なのは、これをブルーカラーの仕事が奪われる悲劇としては全く語っていない点です。と言いますと、むしろ彼は人間にとって極めてポジティブな進化だと捉えています。歴史を振り返れば、人間は常に退屈な作業や危険な肉体労働を機械にアウトソースすることで、より高度な文明を築いてきました。確かに洗濯機やトラクターが生まれた時もそうでしたね。フィジカル AI の普及はその延長線上に過ぎないんです。人間がやる必要のない、あるいは誰もやりたがらない過酷な物理的タスクをロボットが肩代わりする。なるほど。それによって人間はストーリーを語る仕事や感情のやり取りを伴うホスピタリティ、つまり人間にしか生み出せない付加価値の創造にエネルギーを 100% 注げるようになる
というシナリオです。言い換えれば、人間がより人間らしい仕事に特化できる環境が整いつつあると。でも、ここで一つ疑問が湧くんです。何でしょ AI によってホワイトカラーの事務作業が5分で終わり、フィジカル AI によって物理的な作業からも解放される。そうして浮いた時間が生まれますよね。これ結局その空いた時間に別の会議やタスクをぎゅうぎゅうに詰め込んで、結局私たちがもっと忙しくなるだけなんじゃないかという恐怖です。それは生産性のパラドックスとして非常によくある陥りやすい罠ですね。ですよね。横山氏もこの点についてかなり強烈なカウンターを当てています。浮いた時間で別の作業を詰め込むなと。彼は例えば AI で資料作成の時間が1時間浮いたなら、その時間は部下と一緒に30分コーヒーを飲むことに使えと主張しているんです。部下とコーヒーを飲む。一見するとめちゃくちゃ非効率でアナログな行為ですよね。リモートワーク全盛の時代に逆行しているようにも聞こえますが、なぜそれが重要だと？横山氏が強調しているのは AI 時代にこそ三元主義、つまり現場、現物、現実が究極の競争力になるという点です。現場、現物、現実ですか？ええ。先ほど AI の出力結果を評価できるのは実務を知っているベテランだけだという話をしましたよね。はい、正解を知っている必要があると。では、その実務の肌感覚はどうやって養われるのか。それは現場に足を運び、現物に触れ、部下や顧客とコーヒーを飲みながら本音、つまり現実を引き出すという泥臭くて非効率的なプロセスを通してでしか得られないんです。なるほど。パソコンの画面に貼り付いて AI とだけ対話していても、綺麗な論理は組めるかもしれないけれど、それが現実世界の複雑な人間関係や物理的な制約の中で本当に機能するかどうかはわからない。そうなんです。だからこそ浮いた時間は AI が絶対に入り込めない領域、つまり泥臭い現実の把握に投資しなければならないんですね。その通りです。テクノロジーが極限まで進化し、あらゆる情報処理がコモディティ化すればするほど、逆にデータには現れない現場の熱量や人との強固な信頼関係といった極めてアナログで身体的な経験の価値が高騰していく。これがビジネスにおけるある種美しいパラドックスと言えますね。テクノロジーが私たちをより人間臭い場所へと引き戻しているんですね。いや、今回の深掘りセッション、様々な点が一本の線でつながりました。私たちがピックアップした情報源からの持ち帰りを整理してみましょう。はい。まず、AI は仕事を奪うのではなく、私たちのタスクを解体し代替する存在であること。そして、作業を AI が担うからこそ、最終的な評価と責任という最も重いタスクが人間に残されること。さらに、マネージャーは AI を壁打ち相手にして、メタな意思決定を行うトップアップのアプローチを取り、そこで浮いた時間は、決して別の作業で埋めるのでもなく、部下との対話や現場の把握といった人間らしさにフルベットするべきだということですね。完璧な総括です。私たちが本当に恐れるべきは AI に仕事を奪われることではなくて、AI がもたらすこの本質的な役割のシフトに気づかず、これまでと同じように作業をこなすことだけに価値を見出し続けてしまうことでしょうね。あなたが明日、いつものようにパソコンを開いてメールの返信を打つとき、あるいはチームの会議に向かうとき、その作業は AI に任せられるか。そして自分は今、人間として責任を取る決断や現場の空気を感じる対話に時間を割けているか。そんな視点で一日を見渡してみると、見慣れた職場の風景が全く違って見えるはずです。変化のスピードが速い時代だからこそ、自分のコアとなる人間としての価値を見つめ直す良い機会にしていただきたいですね。本当にそうですね。さて、今回のセッションの最後に、このテーマを踏まえて、あなたに一つぜひ考えてみてほしい問いがあります。はい。もし近い将来、AI が論理的でデータドリブンな作業を完璧にこなし、さらにフィジカル AI が物理的で反復的な作業を全てこなすようになったとします。だとしたら、私たちがこれまで職場で非効率だとか、もっとロジカルにやれと欠点のように扱ってきたもの、人間の予測不可能性や感情的なバイアスの揺らぎ、あるいは何度やってもうまくいかなかった個人的で泥臭い失敗体験、プロフェッショナルな資産になるのではないでしょうか。あなたはどう思いますか？非常に深く、そして勇気づけられる問いですね。私たちの不完全さこそが次世代の最大の武器になるのかもしれない。今回も私たちの知的な深掘りの旅に最後までお付き合いいただきありがとうございました。溢れる情報の中でこうして立ち止まって本質を考える時間は
あなた自身の最大の投資になるはずです。これからもその素晴らしい知的好奇心の炎を燃やし続けてくださいね。それではまた次回のセッションでお会いしましょう。